こんにちは。このシリーズではリバーポッドについて全部で4回に分けて解説していきます。第2回の今回は状態の作り方をやっていきます。今回の目標はステート、ノティファイヤー、プロバイダーの役割を知ってコードを書くところまでです。では早速やっていきましょう。前回の動画の最後にコンシューマーウィジェットを作りました。今回の動画ではそれに加えてステート、プロバイダー、それからノティファイヤー、この3人を詳しく紹介していきます。まずはそれぞれの役割を見ていきましょう。ステートは前の動画でも少し話したように変化していくデータの本体のことです。日本語では状態と呼ばれます。これをうまく管理するのが状態管理といってリバーポッドの中でも一番中心的な考え方です。次にプロバイダーですが、これは状態を守る壁のことです。状態がプロバイダーによって守られているとき、コンシューマーウィジェットはここにレフというものがついているので、状態を除くことができますが、それ以外のウィジェットたちはレフを持っていないので、状態を見ることができません。本来プログラミングは自由なコードで何でもできてしまうのですが、あえてできることを少なくして好き勝手なコードで状態が変わっていってしまうのを防ぎたいっていうことですね。これはセキュリティがどうこうっていう話では全く関係ないので誤解のないようにお願いします。コンシューマーウィジェットは状態を見ることができるんですけども、変えてしまうところまではできないようになっているので、代わりにノティファイヤーという人にお願いをして、そのノティファイヤーが状態のデータを変更していく仕組みになっています。つまり、ノティファイヤーだけが状態を変更できる編集者というところです。コードは一般的にステート、ノティファイヤー、プロバイダーの順番で書いていくので、説明もこの順番に合わせてやっていきます。まず、ステートですが、実際のコードではこの4つのパターンを使い分けられれば十分です。単純データ、複雑データ、フューチャー系、ストリーム。この名前たちは RubyDog が勝手に呼んでいるだけなので、正式なものではないということに注意しておいてください。上から順番に見ていきます。単純データとは、例えばイントとかストリングのように、ダートの組み込み型で表せるようなデータで、0、1、2といった数字や、ハローのような文字がここに当てはまります。単純データを使ったイメージはこんな感じです。よく練習用のコードで出てくるやつですね。次に複雑データとは、リスト型とか自分で作ったクラスのように、単純データをいくつかまとめて一つにしたデータのことです。この複雑データを使ったイメージはこんな感じです。より実践的な見た目に近づきましたね。次にフューチャー系と呼んでいるのは、フューチャーストリング型とかフューチャーオア型のことで、通信結果やフューチャーディレードなどが当てはまります。フューチャー系を使ったイメージはこんな感じです。最後のストリーム型は、例えばストリームストリングのような型で、これはちょっと難しく感じる方もいるようですけども、これは定期的にデータが飛んでくるような場合だったり、急にデータが外から飛んでくるような場合に使われていて、例えばメールとかメッセージを受信するときなんかに使います。ストリームを使ったイメージはこんな感じです。自分が使いたいデータがこの中のどれに当てはまるのかということが決まったら、次はノティファイヤー、プロバイダーとどんどん進んでいきたいんですけども、ここでリバーポッド1と2で書き方が結構変わりました。まずはおそらく馴染みが深いリバーポッド1の方から見ていきましょう。今までも勉強してきた人にとってはおさらいになると思いますね。ノティファイヤーに関しては単純データを使うときは自動でノティファイヤーが定義されるので特に意識する必要はなくて、複雑なデータを使いたいときだけステートノティファイヤーというものを自分で作る、それ以外は特になしといったルールでやってきました。また、プロバイダーがそれぞれ専用に用意されていて、この中から自分で使いたいものを選んで使うという仕組みになっていました。ちなみに私のフラッター講座シリーズで紹介した時には、もうすでにリバーポッド2が登場する予告を知っていたので、あえてここら辺は詳しく説明はしていませんでした。さあ、そして気になるリバーポッド2ですね。一気に見ていきましょう。じゃん！すごいスッキリ具合ですね。リバーポッド2では大胆にデータを2種類に分けて、基本的なデータにはノティファイヤーとノティファイヤープロバイダーを使うことに、それからフューチャーやストリームのように扱いが難しめのデータには Async という名前をつけてシンプルに扱えるようになりました。つまり簡単に言ってしまえば今まで使っていたこの人たちは知らなくてもよくなっちゃいました。なくなっちゃったわけではないので、これからも全然使えるんですけども、
なんか今まで難しくて諦めてた方々とか、または勉強を後回しにしていた皆さん、おめでとうございます。こういう話をしちゃうと必ずですね、いや、昔のコード直すときとかは必要でしょとか、中の仕組みを知っていることは大事だみたいな話で盛り上がるんですけど、まあその通りなんですけども、私が伝えたいのは、プログラミングってまあそういうもんだっていう話なんですね。AI が出てきたとかそういうのは関係なしで、頑張って覚えた知識とかもすぐ古くなっていっちゃうんですね。さらに追い打ちをかけるようにですね、前の動画でも少し紹介したリバーポッドジェネレーターというパッケージを使うことによって、もっと単純化できるようになりました。やることの流れはこんな感じです。まずは使いたいデータの種類をさっきの4種類から決めます。でこれを特別な書き方のノティファイアの中に書いていきます。これの名前がなくてちょっと困るので、今回はこれをドルマークノティファイアと呼ぶことにしましょう。このドルマークノティファイアの中身を書いたら、ここでリバーポッドジェネレーターを発動させます。それを発動させると、続きのコードはすべてリバーポッドジェネレーターさんが勝手に仕上げてくれます。最新のリバーポッドを使えばですね、もはや私たちが書くコードはここだけになりました。実際のコードの量はこんな感じになりました。一つのスライドの中に余裕で収まってしまうくらいすごいですね。それではここからいよいよコードの説明に入っていきます。今回はこの4つのステートのパターンを分かりやすくしていくために、上から順番に S1、S2、S3、S4 と名付けることにします。実際にコードを書くときは、何のデータを扱っているのかに合わせて、例えばカウントとかユーザーとか自分が分かりやすい名前を付けていってください。データの方はですね、何でもいいんですけども、練習用にそれぞれイント型、リストストリング型、フューチャーストリング型、ストリームストリング型を例として使っていきます。このデータの型についてまだよくわかんない人もいるかもしれないですけども、例えば数のデータだったらイントだし、文字のデータだったらストリングとか、その文字のデータをたくさん並べたものがリストのストリングとか、データの種類によっていろいろ決まっているんだなと思っておいてください。これは先ほども紹介したテンプレートのコードなんですけども、この中で自分で5箇所だけ書き換えていかなければいけません。見ている方はまだコードは書かなくても聞いているだけでいいので、まずは白色の文字にした部分に注目していてください。まず一番上のところはファイル名と同じ名前に直します。例えば s1.dart というファイルだったら、ここに s1 と書いておいてください。次にその下の2箇所には好きな名前を付けておきます。どんな名前でもいいんですけども、なんとかなんとかノティファイヤーにしておくと分かりやすいと思います。今回は S1 ノティファイヤーでいきます。で、ここになんかちょこんとドルマークを書くっていうルールがあるので、私はこのコードをドルマークノティファイヤーと呼んでいるっていうわけですね。その次のところには使いたいデータの型を書いておきます。今回 S1 ではイント型を使ってみるということだったので、ここにはイントを書いておきます。最後の部分には始まりのデータを書いておいてください。今回は普通に0から始まっていけばいいので0と書いておきます。S1 はこんな感じになります。同じように S2 にも当てはめるとこんな感じになります。同じように S3 にも当てはめるとこんな感じになります。S4 だとこんな感じです。S3 と S4 は省略と書いた部分があるんですけども、ここは少しだけ長いコードになっているので、動画の説明欄なんかから見に行ってください。ただの練習用のコードなので、ここはあまり深く考えなくても大丈夫です。では実際に書いていきます。まずはファイルを4つ作って、名前を S1、S2、S3、S4 にしてと。コードはさっき説明全部してしまったので、コピペで貼り付けていくだけになりますね。はい、4つとも完成です。で、ここでもう一回今何をしていたのかっていうのを思い出すと、自分で使いたいデータの種類を一つ決めて、ドルマークノティファイアの中にそれを書いていくっていうところまで終わりました。一つ決めてというよりかは、今回は4種類全部一つずつ書いていったんですけども、ここでリバーボードジェネレーターというものを発動させれば、あとは自動的に正しいノティファイアとかプロバイダーが選ばれてコードが作られていくっていう話でした。リバーボードジェネレーターを発動させるコマンドはこれです。ターミナルを開いて、そのままコマンドをコピペすれば OK です。はい、コードが湧いてきましたね。なんとなく中をチラ見していくと、なんとかプロバイダーとか、ノティファイアとか、ちゃんと書かれているっぽいですね。やりました。
これで、ステート、プロバイダー、ノティファイヤーまで全部揃ったことになるので、前回作ったウィジェットも合わせてやると、登場人物たちはこれでようやく全員揃ったことになります。今回、データの種類を4つとも試せるように、S1 から S4 までステートを4つ作ったので、それに合わせてノティファイヤーさんたちも4人ずついますね。なのでですね、わかりやすくしておきたい人は、前回作ったウィジェットをコピーして、ウィジェットも4つにしておくと、コードも混ざらないし、いいかなと思います。まあ別に一つのコードでも動くんですけども、MyWidget をコピーして、MyWidget1.dart、MyWidget2.dart、MyWidget3.dart、MyWidget4.dart って感じにしておきました。あとそれからですね、今このノティファイヤーさんたち、ただここに作って置いてあるだけで、何の役にも立たない、ただの置物になっちゃってるんですね。なんでかっていうと、ノティファイヤーの仕事は状態を変化させることなのに、一番肝心なその変化させるコードをまだ一つも書いてないからですね。なので、次回のための準備として、もうちょっとだけ、最後にノティファイヤーさんたちに状態を変化させるコードを付け足してからおしまいにしようと思います。まず S1 を開いて、ドルマークノティファイヤーの中に新しい関数を付け足しておきますね。ボイドのアップデートステートで、こんな感じと。この中身のところは何の意味もない私が適当に考えた実験用のコードなので、全部丸々コピペしてもらえば大丈夫です。コピペするときはですね、インポート文とかもちゃんと上に足りてるかなというのを注意しながらやってってください。S2 を開いて、ボイドアップデートステート。こんな感じと。S3 も開いて、ボイドアップデートステート。こんな感じと。S4 も開いて、ボイドアップデートステート。こんな感じと。はい、お疲れ様でした。これで全部完成です。これで本当に必要なものを全部揃えることができましたので、次回はいよいよこの人たちをつなげてアプリを動かすところまでやっていきましょう。今回はここまでです。続きを見たい方はこのまま次の動画へお進みください。それではご視聴ありがとうございました。